今回は、唱えたら半分勝ちの、最強呪文を独断と偏見で集めてみました。デュエルマスターズの長い歴史の中で登場した呪文たち、その中には超強力なカードたちも存在するのです。ぜひ最後までご覧ください。それでは、早速参りましょう。最強の呪文といえば、やはりこのカードは欠かせません。その名もオールデリート、歴代最強クラスの呪文です。効果ですが、唱えた時に各プレイヤーは、バトルゾーン、手札、墓地、マナゾーンをそれぞれ山札に戻します。お互いマナゾーンだけの一騎打ちになるというわけです。一見すると相手も自分も丸裸になってしまうため、相手がターン開始時のドローでスピードアタッカーを引けば、そのままダイレクトアタックされて負けてしまいそうに見えます。ですがこのカードと凄まじく相性のいいとあるカードがあるのです。その名も、ドキンダム X です。このカードはゲーム開始の時点でバトルゾーンにありますが、もちろんすぐに攻撃に参加することはできず、条件を満たさないとただの置物になってしまいます。その条件というのは、ゲーム開始時にこのカードにつく封印を、合計6枚すべて墓地に置くというものです。この封印というシステムは、封印されているカードと、同じ文明のコマンドを種族に持つクリーチャーを場に出すことで剥がれます。例えばこのドキンダム X が封印されている状態だと、このカードは非文明なので、火のコマンドが出ると1枚剥がれます。つまり火のコマンドを6体出すことでドキンダムは解放されます。ですが、実は先ほど紹介したオールデリートは、バトルゾーンにあるカードすべてを山札に戻すので、ドキンダムの封印も山札に戻すことができるのです。さらに、ドキンダム本体は封印されている状態だと、バトルゾーンを離れないという効果を持っているため、相手も自分も丸裸になったはずがドキンダムだけが場に残り、ドキンダムはルール上0ターン目に場に出たという扱いのため、召喚酔いなどすることもなく、攻撃に参加することができます。このコンボを最大限悪用したのがこのカード、ラッキーダーツ、1マナの光の呪文で、唱えたら相手に自分のシールドを1枚選ばせ、そのシールドが呪文だったら唱えることができるというものです。これで奇跡的にオールデリートをめくることができれば、デュエルマスターズ唯一の先行1ターンキルが成立するのです。このコンボは通称ダーツデリートと呼ばれており、大会で当たったら F するしかない恐怖の対象となっています。続いて紹介するのはガユミーズです。このカードは現代でもバリバリ現役の最強カードです。効果ですが、唱えた時に墓地か手札からドルスザクを4体まで出し、さらに追加ターンを獲得するといったものです。種族ドルスザクのクリーチャーにはゲームエンド級のカードも多く、それらを4体も踏み倒せると考えるといかに強いかよくわかります。さらにこのカードで踏み倒す際の効果ですが、なんと召喚扱いになるので、各種メタクリーチャーが効きません。本当に唱えたらその時点でほぼ勝ちの最強カードなのです。ですがこのカード、なんとコストは99です。99マナ払ってガユミーズを唱えるには、カモンレジェンドで山札を強制的に増やすしかないため、このカード単体だと環境入りは難しいのです。しかしこのカードには最強の相棒がいるのです。それがこのグランドジェイロ。このカードが場にある時に魔道具を種族に持つ呪文を唱えると、その呪文を墓地に置く代わりにこのカードの下に置き、その上で追加で1枚ドローできるという特性があります。そしてこのカードの下にカードが4枚以上ある時、ターン終了時に手札または墓地からコスト99以下の呪文を、コストを支払わずに唱えることができます。コスト99、ガユミーズを打てと言っているようなものです。このコンボを利用したデッキが通称水魔道具。手札を整えつつ水の魔道具呪文を唱えることで、ガユミーズを早い段階で打つことができます。このデッキは初心者でも比較的安定して勝利できるデッキで、やることも明確になっているので非常におすすめです。続いて紹介するのはギラングレイル。オールデリート同様ダーツデリートに搭載されているカードです。このカードのコストは白神の12ですが、場のクリーチャーの数だけ軽減されるという特性があります。そして肝心の効果ですが、こちらは至ってシンプルです。GR 召喚を12回する、ただそれだけの効果です。ちなみに GR ゾーンは最大で12枚のため、このカードを使えば、GR ゾーンのカードを全て場に出すことができます。では具体的に GR ゾーンにはどんなカードがあるのか、何枚かピックアップして紹介していこうと思います。
まずはほとんどデメリットなしで打点が増えるカード。ドドドドーピードープとザガーンがチャレンジ。条件付きで打点を大幅に増強するマジゴットブランド。マナに水のカード込みで6マナあれば3ドローできるエナジー CX20。マナに闇のカード込みで5マナあれば1枚見てハンデスのカット。GR ができっていればワールドブレイカーのミレイ。マナに自然込みで4マナあれば1ブースト1マナ回収のクリスマ。5600円のルールブックこと全能などなど、様々な効果のクリーチャーがいて、そのどれもが超強力な効果を有しています。というかそもそも呪文1回でクリーチャーが12体も並べば、効果の強さに関係なく相手を圧殺できるでしょう。そんな圧倒的な物量の差を見せつけるギランブレイルでした。続いて紹介するのはエンドレスフローズンカーニバル。このカードも15コストと非常に重いコストをしていますが、コストを支払う代わりに手札のスノーフェアリーを4枚捨てると、実質コストゼロで唱えることができるという呪文です。そして効果ですが、相手の場のクリーチャー以外のカードと、相手のシールドの表向きのカードすべてを墓地に送り、かつ相手の場のクリーチャーとマナをすべてタップし、次のターンの初めにアンタップしない状況を作ります。相手は次のターン1マナしか使用することができず、何もできないままターンエンドするしかなくなってしまいます。つまりこのカードも実質エクストラターンのような使い方ができ、連続で唱えることができればかなり強力です。そんなこのカードを連続で唱えられるコンボが過去に存在しました。それが通称ゾンビパルテノンループ。ルールの穴をついて最大限暴れた挙句、相手のマナとバトルゾーンを拘束し続けて、最後には相手のライブラリアウトを待って勝利するデッキです。このデッキはかつてないくらいに凶悪なデッキとして、今でも語り継がれている最強クラスのデッキです。ちなみに、こういった強すぎるデッキは基本的には殿堂入りなど、カード自体を封じることで対応されることがほとんどです。なので殿堂ゼロデュエルなどでは使えるという状況なのですが、このデッキはルールそのものを訂正してなかったことにされたので、殿堂ゼロ環境でも使えないという伝説のデッキになっています。続いて紹介するのはラストバイオレンス。コスト8の呪文で、5文明すべてを持つ呪文です。その効果ですが、5色だけあってはちゃめちゃなことが書いてあり、まずシールドを1枚裏向きのまま山札から追加し、相手の多色以外のクリーチャーを1体破壊し、相手のマナの多色以外のカードを2枚墓地に送り、山札から多色カードを1枚回収することができます。このカードは単体で採用されることは少ないですが、多色カードを中心としたデッキには多く採用されています。特に強力なのが5Cオーケストラと呼ばれるデッキです。このデッキのキーカードは愛の無限オーケストラ。効果ですが、5文明すべてが含まれるように進化し、攻撃時に進化元を1枚墓地に送ることで山札を3枚めくり、その中から多色クリーチャーと呪文をすべて使用することができます。この効果でラストバイオレンスがめくれると、相手の盤面とマナを壊滅させながら自分はシールドを厚くし、かつ後続のクリーチャーを山札から回収することができます。自分の動きの強化と相手の動きの拘束を同時に行えるため、唱えたら大きなアドバンテージをつけることができるのです。続いて紹介するのはボルシャックサーガー。この呪文はボルシャッククロスネックスの仮面の呪文です。効果ですが、自分の山札の上から6枚を見て、その中からボルシャックとつくドラゴンをすべて場に出せます。復帰勢の方は、ボルシャックと聞くと、ボルシャックドラゴンをパッとイメージするでしょう。しかし今のデュエルマスターズではボルシャックという名前は、ゲーム内でも1、2を争う強力な名前として有名になっているのです。例えば、踏み倒しと除去を同時に行うボルシャックデュエルドラゴン。わずか3コストにして2マナブーストを行うボルシャック A コールピア。ブロッカーを破壊しつつドラゴンを踏み倒すボルシャックバルガー。ドラゴンを大量に展開できるボルシャックライシスネックス。というかそもそも上面が出てきても強いです。と、このように現代のデュエルマスターズではボルシャックは、もはやドラゴンデッキの中でも最強の一角となりつつあります。このカード以外にも勝ち筋があるのはもちろんのこと、このカードの8コストという重いコストも、前述したボルシャック A コールピアや、歴代最強のマナ加速呪文、2マナ2ブーストのメンデルスゾーン、ボルシャックデッキなら3ドロー1ブーストデュエリストチャージャー、などなど、マナブーストの手段が非常に多くなっているのです。このデッキは安定感と爆発力を両立できているため、初心者にもおすすめできるデッキとなっています。今回は、サムネにもなっている、
最強の呪文をテーマに、独断と偏見でノミネートしていきました。皆様のコメントお待ちしております。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で、応援よろしくお願いいたします。